前回のどうしても彼が欲しいで取り上げたドラマ逆愛についてぜひ見たいという声があった。そこで今回はメインカップルの前半ストーリーをダイジェストでお届けしよう。皆さんこんにちは。 BL ホリックのムーニンです。ネタバレを含むのでご注意を。では早速始めましょう。ウェイのあまりのケチさとかっこ悪さに愛想を尽かして彼女はお金持ちのチェーンへと寝返る。復讐心に火がついたウェイはイメチェンをしてチェーンを寝取る作戦に出る。しかしストレートのウェイはどうやって男を誘惑すればいいのかと頭を抱えていた。そんな矢先、男がジャン医者を口説いている場面を偶然目撃する。これは教わるしかないと決意したウェイはジャン医者を師匠と呼び、男の落とし方を学び始めた。ちなみにジャン医者を口説いていた男ゴーはチェンの幼なじみ。しかしかつてチェンの恋人ワンショーを寝取ったことで2人は敵対するようになった。肝心のワンショーはその後留学で6年間もこの地を離れており、チェンにとってその出来事は今も消せない心の傷として残っている。それでもチェンはゴーとの友情を完全には断ち切れず、ヘビバトルと称してしょっちゅう顔を合わせていた。ただチェンはゴーの好きな人は必ず奪うという歪んだ行動を繰り返すようになっていた。話を戻してジャン医者からの戦術を実行するウェイはまずは雨の中、車が壊れたふりをしてチェンが通る道で待ち伏せ。次にチェンがバスケ好きだという情報を手に入れると、彼がよく行くコートに現れ一緒にプレーするよう誘う。さりげなく彼のズボンにお菓子をちょこちょこ入れるという奇妙なアプローチまで繰り返した。さらにチェンが最も大切にしているペットがヘビだと知ると、今度はヘビ養殖場に弟子入り。ヘビの飼育の基礎を学び、そのままヘビ取引のビジネスまで始めてしまう。ヘビビジネスを始めた彼はわざと詐欺に引っかかる。もちろんそれもチェーンを落とすための作戦の一つだった。騙されたウェイを見過ごせず、チェーンは手を差し伸べる。こうしてわずかに距離を縮めたウェイは思い切ってチェーンをデートに誘った。一番笑ってしまったのは、ウェイが気乗りしないチェーンを公園デートに誘い、何度も自分から手をつなごうとする場面。けれどストレートのウェイにとってその一歩はあまりにも高いハードルだった。危ない、車だととっさにウェイがチェーンをかばい、振り返ると横切っていたのはおもちゃの車。そんな不器用なウェイを見て、今度はチェンが強引にその手をつかみ、公園から堂々と引っ張り出していた。チェンが名門大学卒業だと知ったウェイは読書好きのふりを始める。さらにピアノコンサートにまで出席するが、結果はまさかの爆睡。そんなウェイの横顔をチェンはどこか可愛らしそうに眺めていた。帰り道、チェンとウェイはアイスクリームを買って食べていた。ところがチェンはどうしてもウェイのアイスを欲しがる。ウェイにはその気持ちがさっぱり理解できず、しぶしぶ自分のアイスを差し出す。するとチェンはそれを受け取る代わりにウェイの口元についたアイスを一口ペロリ。翌日チェンはジャン医者のクリニックで居候しているウェイを訪ねる。そこにはゴーの姿もあった。一瞬同じ獲物を狙っているのかと警戒した2人だったが、話してみるとターゲットは交差していないことが判明する。この時点でウェイはまだ完全にストレート。チェンへの接近も全ては復讐のためだった。しかしチェンはすでにウェイを恋愛対象として見ており、その気持ちを隠そうともしなかった。やりたいと本人に直接伝える。あまりにもじらされ続けたチェンはついに強行手段に出る。無理やりウェイにキスをした翌朝はウェイはショックを受けて高熱を出した。そのまま実家へと帰ってしまう。ウェイを追いかけてきたチェンは彼の実家へ無断で押しかける。そこで初めてウェイの母と顔を合わせ、案内されるまま息子の部屋へ。すると中にはウェイがまさかの男同士のやり方鑑賞中、勉強してくれてるんだとチェンは内心ちょっと嬉しくなるが、ウェイの恐怖心はすでに限界突破していた。何も知らない母は当然のようにチェンをウェイの部屋に泊めることに。ドライヤーをかけているチェンの姿が妙にセクシーに見えてしまい、ウェイは思わず動揺する。そして夜中、硬いと唐突に聞かれたウェイは条件反射で全力の正当防衛体制に。しかしチェンは床で寝るの硬くないというものだった。そう言ってベッドをウェイに譲り、自分は迷わず床で眠ることにした。朝を迎えると2人はトウモロコシ畑で2度目のキスを交わす。脅されるような形だったとはいえ、今回は前回よりもずっと自然にウェイはそのキスを受け入れていた。実家から戻ったウェイはチェンを自分のお気に入りの店へ連れて行った。元カノとは違い、チェンは店の格式など気にもせず、辛いものが苦手なはずなのにウェイが唐辛子を入れれば素直に食べてくれる。ついに我慢できなくなったチェンはウェイを押し倒そうとする。しかしその瞬間ウェイは静かに告げた。彼氏じゃないから
えできない。それはつまりチェーンに彼女と別れてほしいというサインだった。しかしウェイは知らないのは、チェーンの父が彼の大切なペットのヘビたちを人質のように隠し、会社の後継ぎと結婚相手が決まるまで返すつもりがないことを。その事情がある以上、チェーンはここで彼女と別れるとは言えなかった。去っていくウェイを引き止める理由すら口にできないまま、この時点でチェーンはすでにウェイと本気の恋に発展してほしいと願っていたと私は思う。でなければあの夜無理やり関係を迫ることもできたはずだが、ウェイの無理やりやったらうちらは体だけの関係で終わるという言葉をチェーンは受け止め、手を出さなかった。これまでチェーンが自分にしてくれたことを思い返すうちに、ウェイの胸には罪悪感が芽生えていた。そしてついに最初に近づいた本当の目的を告白しようとチェーンの家を訪れる。だがその日は偶然にもチェーンの元恋人ワンショーの誕生日。チェーンはやけ酒を煽り、感情に任せてウェイを追い出そうとする。けれど最終的に彼は自分の弱さをさらけ出してしまった。それを前にしたウェイは本当の目的をどうしても口にできなかった。やがてウェイはチェーンの手下からヘビが人質に取られていることを聞かされる。この頃にはすでにウェイの中でチェーンへの感情は変わりつつあった。もはや元カノと別れさせたいだけではない、チェーンという人間そのものを気にかけ、彼を縛るヘビたちを救い出そうと密かに計画を立て始める。そんな折、チェーンは親の命令で彼女と共に出張へ。1週間もの間連絡が途絶えたことで、ウェイは抑えきれないほどチェーンを恋しく思うようになった。そしてついにチェーンの名前を呼びながらベッドの中で恥ずかしい行為に及んでしまう。だがその姿を帰ってきたチェーンに見事に目撃されてしまうのだった。チェーンもまただウェイが恋しかった。どんなに大事にされていてもウェイには分かっていた。チェーンに彼女との関係を立たせるには、彼が大事にしているヘビを救う計画を立てるしかない。予想もしなかったことに、彼女は人を雇い、チェーンの大事なヘビを襲わせてきた。ウェイはヘビたちを守るため体を張って彼らの計画を阻止しようと部屋に乱入する。だが逆に押さえつけられ、絶体絶命のその瞬間、チェーンが現れた。チェーンはヘビの心配よりもウェイが傷つくことを本気で恐れていた。その夜、チェーンとコアに情報が入る。ついにヘビたちの居場所が判明したのだ。2人はヘビを乗せたトラックをハイジャックし、力を合わせて奪還に向かう。チェーンの父の手下を制したものの、2人は殴り合いに発展してしまう。その隙を突き、ウェイはヘビたちのいるトラックへと近づいた。ジャン医者とあらかじめ準備していたチームも合流し、いよいよヘビの救出作戦が始まる。しかしチェーンのバトルナンバー1の黄色いヘビがいつの間にか檻から脱走し、ウェイの全身に巻きついていた。それを目の当たりにしたチェーンは全身が硬直。どうしたらいいのか分からず立ちすくむ。そのヘビはワンショーからのプレゼントで、これまでのヘビバトルでチェーンに数えきれない勝利をもたらしてきた思い入れのある存在だった。迷っている間にヘビはどんどんウェイを縛っていき、彼はすでに肋骨が骨折していた。もう少し遅ければ命が危ない状態。チェーンはふと我に返り、地面に落ちていたナイフでヘビを切り、ウェイを抱えて病院へ直行。一晩ウェイのそばで張り付き、彼の目が覚めるまで待っていた。これでチェーンは徹底的に彼女と別れ、ウェイが二度と傷つかないよう守ると約束する。その矢先にチェーンの父親が病院に現れ、チェーンを説教するが、もう二度と折れないとチェーンは強硬態度で突っ張る。回復したウェイはチェーンと共にアートデザイン会社を設立した。資金はもちろん全てチェーンの出資だ。迎えたオープニングの日、ウェイはあえて元カノに招待状を送り対面する。そして堂々と告げた。自分こそがチェーンのパートナーだと。その瞬間ウェイの復讐は見事に果たされたのだった。でも全然嬉しくなれないウェイがいた。これでチェーンと一緒にいる理由がなくなった。自分はもう彼のそばから離れなければいけないのかと思ってやけ酒。チェーンがそんなウェイの行動を見て、ただ可愛く守ってあげたいとしか思わなかった。口ではやらないと突っぱねていたウェイだが、会社でチェーンに押し切られるようについに身を委ねてしまう。だが男経験ゼロのウェイには耐えられなかった。痛い、無理と叫び、初めての夜はあっけなく終わってしまう。それでも諦めきれないチェーンは最終手段に出る決意を固めた。ジャン医者を脅し、5日間以内にウェイが自分と寝なければウォーの好きな人、つまりお前を奪うと告げたのだ。本気で恐怖を感じたジャン医者はあらゆる手段でウェイを騙す計画を実行した。チェーンの元彼があと3日で帰国すると嘘をつき、その間はチェーンの方にもウェイとの連絡を絶たせた。刻一刻と時
時が過ぎていく中、ウェイの心は次第に不安と焦燥に飲み込まれていく。そして3日目の夜11時、耐えきれなくなったウェイは家を飛び出しチェンの元へ向かおうとする。だが扉を開けたらそこにすでにチェンが立っていた。チェンを見た瞬間、ウェイの瞳は不当な扱いを受けた子犬のように潤み、気づけば彼の頬と唇を奪っていた。まるでチェンは自分だけのものと世界中の人に誓うかのように。こうして心も体も完全にチェンのものとなったウェイだが、一番いいところでチェンの父から無情の電話が入る。今すぐ帰宅せよと催促され、チェンはどうしようもなく一旦家に帰るしかなかった。チェンが未だにウェイを物にできていないと知ったゴーは手助けしようと計画。ビジネスと称してウェイをクラブに呼び出した。そこでかつてチェンと遊んだ男たちを集め、ウェイにいらない情報を吹き込み始める。チェンは昔から遊びが激しかったのと聞かされて、ウェイは怒りを抑えきれず、ついにチェンと口論に。同じ頃、ゴーはチェンの手下と共謀し、クラブでビジネス会談があるとチェンを呼び寄せる。さらに手下がわざと間違いメールをウェイに送りつけ、チェンが今クラブにいることを知らせた。そしてウェイは最速でクラブに乱入し、囚人監視の中で堂々と宣言する。チェンは俺のものだ。そのまま彼の手を強く握りしめ、お持ち帰りするかのように堂々とクラブを後にした。これでメインカップルの第1話から第11話までのダイジェストは終了です。逆愛は全24話なので、後半も見たい方はぜひコメント欄で教えてください。ちなみに次回は ABO デザイア第6話からのダイジェストをお届けする予定なので、待っている方がいれば通知ベルをオンにしてください。また次回お会いしましょう。ではでは。